こんにちは。このチャンネルではスピリチュアルなメッセージや本の要約などを通して実際の生活や人生の好転に役立つような動画をお届けしていきます。ラジオやオーディオブックを聞くように気軽に、そして何度でもご視聴ください。今回は鶴光一さん幸せテクニック講座第6回をお届けします。鶴さんの特徴といえる左脳活動を分かりやすく解説してくれていますが、私たちにとっては聞き慣れない言葉の使い方があると思うので、一気に理解できず少しモヤモヤする部分があるかもしれません。私が最初に読んだ時はそうでした。ですので何回か耳で聞き、文字をゆっくりと目で見ることで、ああそうかとすっとわかることもあると思います。よろしければ設定から字幕を作成して視聴してみてください。それでは幸せテクニック講座第6回をお楽しみください。幸せテクニック講座第6回、自分とは何者であるかが自己発見の旅の始まり。今回は我々人類にすでに備わっている能力である思考を使ってみましょう。少し思考を駆使して自分自身を眺めてみたいと思います。宇宙は我々の思考の範疇を超えているという最もな表現があることは承知の上で、宇宙がホロニックな構造をしている以上、我々の思考能力の中にも全体を表現する能力が折りたたまれているはずです。まず思考について知る必要がありますが、思考とは言語を用いているということを認識してください。ちょっと今何かを考えてみてください。どうですか？考えるとき頭にあるのは言語であることに気づけるはずです。ですから思考能力とは言語能力と比例しています。実は我々の脳が数%しか働いていないのは、我々の用いている言語の貧困さによるわけです。実は進化の方向とは、我々の駆使する言語概念の多様化によってもたらされます。現在、人類の脳細胞が 10% 以下しか使われていないということは、宇宙という全体像を把握するのに我々はまだその程度のボキャブラリーしか持っていないということのようです。我々の言語は目に見える世界に必要なものばかりに限定されているということです。新世紀とは目に見えない世界の言語概念が体系化されていく時期となります。我々は毎日心の世界という目に見える世界よりも広い世界を実体験しています。すなわち内体験はすでにあるのですが、それを正確に表現する手段を持ち合わせておりません。ちょうど赤ちゃんのように。実体験はしていながら思考に上らない。これが我々のよくわからないという実感の源です。自分の思考と自分自身と同一視してしまっているのもその原因の一つなのです。自分とは何者であるのか。この永遠の命題を現代にあるボキャブラリーを駆使して探ってみたいと思います。自己発見の旅の始まりです。ミクロの中にマクロが包有されている以上、それは幼稚なものであったとしても可能なはずです。そしてそれが可能と考えることこそ、我々現代に生きている人間の希望であるはずです。自分とは何者であるのか。すべての読者の方のうちにこの問いが内在しているはずですが、いかがですか？すべてのものの中にあるこの疑問は集合意識の疑問であるとも言えます。はじめに意識ありきと
宇宙に現存する永遠性、すなわち全体の疑問ということになります。自分とは何者であるのかという疑問を自分自身に向けたとき、直ちに何らかの答えが浮かんでくる人もいるでしょう。私は神であるといった言葉です。そうするとなんだか自分はその答えを知っている気分になります。自我さんはそれで十分に納得しますが、その神が何であるかということについては、これまでの知識の集積でしかありません。それこそ言語的概念の構造物に過ぎず、真実を表現しているとは言い切れません。自分とは何者であるのか。この問いにはぜひ答えないでください。答えようとしないでください。あなたという生涯がこの疑問と共にあるとき、集合意識と共振し呼び合います。あなたの心という UFO に乗ったあなたの魂が集合意識の中心へと誘われていきます。ですから答えるという行為によってそんな素晴らしい体験の目を潰さないでほしいのです。実はこの自分とは何者であるのかという疑問から宇宙は生まれました。この疑問こそが今ここにこの物質宇宙が存在する理由です。そしてこの答えとともにこの宇宙は消滅していきます。分かった時にその存在理由が消えるからです。自分とは何者であるのか、これが宇宙創生の目的意識でした。原初の目的です。そこからすべてが始まりました。すなわち今そこにあるあなたの疑問こそがこの宇宙の根本原因であるわけです。すなわちあなたこそが宇宙創生の源ということです。ではどうして初めにそんな疑問があったのかという疑問を持つ人もいることでしょう。堂々巡りということです。これが宇宙の永遠性を象徴しています。堂々巡りで終わらないというところです。これがこの宇宙の構造で、それはどうして、それはどうして、それはどうしてと永遠に終わりがありません。宇宙は閉じていますから終わらないわけです。ちょうど輪ゴムをどこまでたどっていけば終わるのかということと似ています。あなたが無限遠点の見える望遠鏡を手に入れたら、それで見えるものはあなたの頭の中であるということです。そんな無限ループ構造の宇宙がどうしてできたのでしょう。はじめに意識ありきという言葉を聞いたことがあると思います。宗教的表現ですが、とてもよく真理を表していると思います。面白いことに、ホーキンス博士の唱える宇宙モデルでは、ビッグバンによってプラズマ状の素粒子、すなわち光が生まれます。そして我々は、もうじき光は意識であったという発見をするようです。ではどうして初めに意識があったのでしょう。意識自体がその疑問を発したときに全てが始まりました。すなわち私は何者でどうしてここにあるのかという疑問から、ここで無限ループに陥ってまた混乱の世界に戻らないよう意識をしっかりと持ってください。そこで自分自身に立ち返ってください。しばらく頭の回転を鎮め、静かに自分自身を見つめてみます。私とは何者なのだ。あなたがその疑問を持った瞬間から宇宙が生まれました。そこには間違いなく私という意識があります。これだけは動かしがたい真実です。厳然と誰が何と言おうが、ここに私という思いがあります。この思いこそ意識の働きです。意識がなかったら想念が生まれません。意識がなかったら
自分とは何者であるのかという想念は存在のしようがないということです。思考ではどうしてという疑問の答えは得られない。今ここに自分という想念がある以上、初めから意識があったことは事実です。これだけは動かしがたい事実です。誰にでもわかる、納得のいく事実です。抽象的なものではありません。今、間違いなくここに自分という思いが確実にあります。確かにあるのだから、はじめに意識ありきであることは間違いようがありません。ですから、そこから思考をスタートさせればいいわけです。そこが土台となるわけです。もちろんこれは、どうしてという疑問には答えていません。はじめから意識があったことは事実ですが、どうしてかという答えではありません。すなわちそれはわからないということです。そしてわからないからこそ、ここにこうして宇宙が永遠に存在し続けるわけです。どうしてという疑問が今あなたの頭の中にありますね。どうしてだかわからないという思いも確実にあるはずです。その疑問がこの宇宙を支えているわけです。あなたの原初的、継続的疑問こそがこの宇宙を成り立たせていることをお分かりいただけますでしょうか。あなたが潜在意識に発し続けているその疑問こそがこの宇宙を維持し続ける根源的エネルギーなのです。思考こそがエネルギーです。その疑問からビッグバンが始まり、太陽から無限に供給され続けているかに見えるこの地球に降り注ぐ限りないエネルギーは、実は今、あなた方の潜在意識の中にあるどうしてという疑問によって毎春毎春生み出し続けられているわけです。宇宙の得意点はあなたのハートの中にあります。あなたのハートから宇宙が誕生し、そして今も毎春毎春あなたのハートから湧き出しているのを見てください。温泉源のようによどみなく透明な真水が物質宇宙として湧き出し続けています。今、この瞬間に。どうぞ意識を今ここに合わせてみてください。実に完璧な仕組みです。実際、思考を使ってどうしてという疑問に答えることはできません。思考を使ってわかることはどのようにだけです。科学と呼ばれているものはどうしてという疑問を使ってはいますが、わかるのはどのようにしてだけです。ですから、どうしてで始まったものは永遠運動を続けていくことが可能です。どうしてという疑問が生みの親とはよく言ったものです。まさに真理を表現した言葉と言えます。疑問が発見の父などとも言いますが、疑問こそが宇宙創生の父であるようです。内が主となり、外が従に、虚が実になり、実が虚に。意識が自分とは何だという疑問を発したことにより、この物質宇宙が自分自身を映す鏡として生まれ、意識の分身である生涯がこの鏡の中に入り込み、物質宇宙の探索を始めました。これが始まりです。地球に誕生した原始人類は、長い長い年月をかけて自分探しを始めたわけです。はじめは目の前にあるものを観察するというところから始まりました。目の前にあるものは自分の心から湧き出したものだからです。物質というものを観察することによって自分自身を知る旅が開始されました。目の前にあった水について調べました。水は氷という物質に変化することを知り、蒸気という形に姿を変えることも発見しました。やがて長い年月の末、水は H2O という分子であることを知りました。水素という原子と
酸素という原子の結合物であることを理解しました。人類はその構造の基礎となる原子を構成しているものがあるのではないかと考え始めました。そしてすぐに原子核を構成している陽子、中子、電子といった素粒子のあることが分かりました。ここから人類の頭の構造が変化し始めました。ほんの5、60年前のことですが、素粒子は物質とは言えないことが分かり始めてきたからです。素粒子はそれまでの物理学の基礎であったニュートン力学には当てはまらない動きをしたからです。量子力学という全く新しい学問体系が構築され始めました。ですが、その学問が何を意味しているのか、残念ながら現代物理学者には理解できません。理論上、素粒子は半分の確率でこの物質世界に存在し、もう半分の確率では目に見えない潜在空間に存在するということが分かったからです。素粒子は半分が物質で、半分は非物質ということです。素粒子の運動を数式によって正確に表現することはできませんでした。ですが、その数式に登場する虚数が実質的にはどんな意味を持つのか、頭では理解できません。ですから、虚の空間があるとしたら、素粒子はちょうどその虚と実の境にあります。実の世界と虚の世界を行ったり来たりしています。そしてこの素粒子の次に来るものが意識です。意識が物理理論にもうじき登場します。まずはじめに意識ありきにもうじき返りつきます。意識から始まった自分探しの旅で、その分身である生涯がもうじき自分自身である意識を発見しようとしています。最も小さきものとして自分の根源を見つけます。巨大であったものが自分を知るため分身を生み出し、その分身が極小物としての意識を発見します。これで裏が表となり、表が裏となります。これが意識の循環運動である宇宙の中間点です。メビウスの帯をご存知でしょうか。2周すると元のところへ戻ってきます。ちょうど1周目が終わって裏側に出るところと思ってみてください。それが循環宇宙の現在の位置です。ちょうど初めの真裏に出ます。世界の物理学者が量子力学とは実は意識の運動の法則であったということを理解し始めることによって、物理学とは心の動きを表現したものに過ぎなかったとわかります。ここからいよいよ意識自身は鏡の世界から本来の自分自身に意識を向け始めます。ここで意識が反転します。外と内との意味合いが反転してしまいます。内が主となり、外が従となります。物の追求から始まった人類の旅は意識に至り、虚が実になり、実が虚になります。これが天変地異です。これらの物理理論が真理理論として取り扱われるようになります。そこからこれまでの知識が復活します。これまでの物理概念を使って単に心の構造を理解していくことができるからです。手放してきた知識の復活です。我々はこれまであらゆるものに名前をつけてきました。細かく細分化して名前がつけられていきました。名前がつくことによって言語化ができます。名前と名前を組み合わせて新しい概念が生み出されました。そしてその新しい概念に基づいて人工物が創造されました。概念はある人の頭から他の人の頭へと伝えることを可能とします。概念がなければ新しいものを創造することはできません。概念と概念の組み合わせによって頭は新たな概念を創造します。
我々はすでに物質世界の概念化の完了直前に位置しています。外的世界の卒業寸前という位置です。外的世界の概念化、理論化は本来内的世界の概念であり理論であるはずです。我々はイメージできないものを想像することはできません。アイデアのないものを作り出すことはできません。音を記録できればいいなというアイデアからテープレコーダーなどが創造されました。レコーダーを作るために今ある部品を使いました。この部品とこの部品を組み合わせてと考えがまとまり、心の中の細分化、部品によって構造化が頭の中だけで一人でに組み合わされていきました。同様に、これから物理概念を内的世界の概念へと置き換えて理解していくプロセスが始まろうとしています。7から 8% しか使われていない脳細胞が、このプロセスにより 100% の活性化を遂げていきます。物質概念が内的な心の概念化へ置き換えが完了した人は、心の中で新たな概念を簡単に生み出せるようになります。新しい概念が神経細胞を再構築して脳細胞を活性化させていきます。概念がなかったら頭の中での想像行為はできません。概念が新たな概念を生み出す。これが真の創造です。これこそが創造行為です。そして我々は神となります。ちょうどこれまで物質を調べ、細分化し、概念化し、人工物を作り出したように心の中を細分化し、概念化し、新たな心理的概念を生み出します。そんな心の中の概念化作業こそ真の創造プロセスなのです。それはそのまま物質化していきます。我々の歴史的知的遺産が真の遺産として未来へ引き継がれていきます。それは今の心の浄化というプロセスを終えた後に起きてくることです。今は浄化の時です。まだそんな創造の時期には至っておりません。どうぞ浄化にお励みください。